オープンして今7ヶ月目になってます。去年の11月に下北沢でいろはの姉妹店としてやらせていただいております。アラカルトはフランス語で一品料理っていう意味合いなんですけど、その意味と同じようにこういう服だったりアイテムだったりっていうのをこちらも一点一点ピックして入れてますんで、それをお客さんに一点一点ちゃんと見てもらって購入していただくっていう意味合いが込められてます。取り扱ってる商品は、まず、メンズレディースどちらも取り扱いしてまして、ヨーロッパ古着とアメリカ古着を中心に一点一点ピックしたものを並べさせていただいております。物も見ていただいたら多分すぐ分かると思うんですけど、本当に一点一点いい意味で癖のあるアイテムが並んでるっていうか、それぞれに個性があって、もう本当人と同じような感じに並んでるかなって思います。内装のこだわりは、いろはと比べてちょっと無機質に近いっていうか、いろはの方がどっちかっていうとちょっと見せ方だったりっていうところでアメリカっぽい雰囲気とかもありつつなんですけど、こっちは逆にちょっときれいめな感じで、本当に服を見てほしいっていうメインでシックな感じにまとまっております。少なからずともコロナ禍なのでちょっと影響はあったりはしたんですけど、そのタイミングで逆にまた新しく活動していくことでまた下北沢を盛り上げるじゃないですけど、景気づけっていうメッセージも込められてこの店がオープンしました。ぎっしり詰められてる古着屋さんとかも多かったり周りとかあったりもするんで、逆にうちは反対を狙うじゃないですけど、分かりやすく一点一点見やすいように並べていますね。今だと半々でメンズレディース分けさせていただいてて、でたまにこのレイアウトも変えるようにはしてて、その理由っていうのもやっぱりリピーターさんに来るたびにちょっと新鮮さがあってほしいなっていうところで、物ももちろん変わってるので、そういった意味でなんか見せ方じゃないですけど気をつけてやってますね。フラッと入ってきてくれる新規の方だったりっていうのがやっぱり今はまだオープンして間もないので多いんですけど、年齢的にはやっぱり学生さんから上の方だと本当5、60歳の方だったりっていう方がいろんな男女問わず来ていただいている形ですね。購入したお客様がその場で着用して帰られるところを見るところだったりとか、新規で来たお客さんとかが2回目3回目ってこちらの方の顔を覚えてくれて来ていただいてるっていうところがやっぱやっていて嬉しかった瞬間ですね。お店としての目標はやっぱりまだオープンして間もないので、早く、下北沢に浸透してたくさんの方に愛されるお店になるっていうところがやっぱり今の目標かなと思います。僕の得意なスタイリングとかがやっぱり古着を、もちろんブランド物とかもたまに着たりするので、そういうのにちょっと古着でミックスさせて他にない個性だったりとかっていう意味で、取り扱ってる商品とかを、自分でも実際買ってたりするので、そういうアイテムを一点は入れるようにして、ジャンルにこだわりとかはなくストリートだったりモードだったりっていうのを日によって変えてるっていう感じですね。きっかけは、大阪に住んでた頃があったんですけど、大阪に住んでた時に憧れたショップ店員さんが、いて、その人が結構年は近いんですけどもう一回り違うような見た目に見えて、それがかっこいいなと思ったんで、自分もそれに憧れてこのアパレル業界に入りたいなと思いました。自分がファッションを通して人それぞれコンプレックスがあったりとかはすると思うんですけど、自分も身なりとかにちょっと弱みがあったので、そういうところをファッションでこれまでカバーするじゃないですけど自信をつけてきたので、そのファッションの良さっていうところをもう一回いろんな人に伝えたいなと思ってアパレルとして働いてます。僕の目標、将来の夢は自分のお店を出すことなんですけど、そこは今セレクトショップと、古着屋を掛け持ちで働かせていただいているので、ゆくゆくは両方を取り入れたお店を出すことを目標に頑張ってます。みつきです。一応アラカルトでスタッフ初期メンバーとしてやらせていただいております。
結構モードとかストリートとかいろんなジャンルのファッションが好きなんですけど、最近はカジュアルが多くて T シャツにデニムっていう夏っぽいスタイルが多くて、ただちょっとアラカルトってメンズのお客様も多いので、デニムだったりとかでちょっとアラカルトに立つ時はボーイッシュな雰囲気で立つようなことが多いです。18の時からビームスで働かせていただいていて、いろはの店長のハッシーさんと、つながりがあったので紹介していただいて、ちょっと今は掛け持ちでやらせていただいているような感じです。アラカルトはオープンしたてっていうこともあって初見のお客様が多いんですけど、そういうお客様にもリピーターになってもらえるように来てくださった時の挨拶とか、あとは接客中であったり、なるべくアットホームな雰囲気を出せるように心がけています。ちょっとアラカルトはあと2ヶ月ぐらいで留学これから行くんですけど、それもあってちょっと一度退職しちゃうんですけど、アパレルスタッフの展望としては英語とか喋れるようになって、コロナが終わって海外の方とかが来ても英語で接客とかができるようになったらなっていう夢は持ってます。あやねです。最近ここで働き始めさせてもらってて、で今はいろはメインで立たせてもらってるんですけど、近々アラカルトの店頭にも立たせてもらう予定です。以前からお店自体は知ってて、ここのセレクトしてるアイテムだったりとかはすごくいいなって思ってて、古着屋さんでの接客はまだしたことがなくて、他のセレクトショップとかでは販売経験があるんですけど、古着での接客もしてみたいなと思って働きたいなと思いました。働いてよかったなと思う瞬間はやっぱり古着屋さんの方がお客様との距離が近くなれるっていうか、結構仲良く喋ってくださるお客様もいいなと思うので、お客様と仲良くなれてたくさん喋って購入してもらうってなった時がすごい楽しいなって思います。セレクトショップの販売経験と今はこの古着屋さんでの販売経験を積んで、どっちの接客も知った上で自分がやりたいなっていうお店をもっと明確に決めて、いつかは自分のショップを出せたらなって思ってます。